見に来てくれてありがとう。1、指の爪は死んでいる細胞でできている。よく爪は死んでいる細胞の集合体って聞いたことない？でも実は爪の根元にある僧帽って部分は生きている細胞が新しい爪を作ってるの。確かに伸びた爪自体はケラチンというタンパク質でできていて血が通っていないから死んでいるように見えるけど、成長の仕組みを支える僧帽は元気に働いているんだよね。私たちの爪って想像以上に複雑な仕組みで生まれているのかも。2、汗で毒素を排出している。汗をかくとデトックスになるってよく言われるけど、実際には汗で体内の毒素を排出しているわけじゃないの。汗は体温を調節するために出るもので、毒素の処理は肝臓や腎臓がメインで行うんだよ。確かに汗をかくとすっきりした気分にはなるけど、それは気分のリフレッシュ効果みたいなもの。健康にデトックスしたいなら水分補給をしながら体全体の代謝を良くするのがポイントなんだよね。3、ワニは獲物を捕まえた後すぐに食べる。ワニは獲物を捕まえたらすぐに食べると思うよね。でも実際にはワニは獲物を捕まえると保存してから食べることがあるんだって。特に大きな獲物は腐らせて柔らかくしてから食べる習性があるの。腐らせて食べるなら次は燻製とか始めちゃうんじゃない？知らんけど。4、ダイヤモンドは地球上で一番硬い物質。ダイヤモンドは最も硬いって聞いたことあるよね。でも最近科学者たちはもっと硬い物質を見つけたんだって。その一つがロンズデイアイト。ダイヤモンドと同じ炭素からできているんだけど、原子の並び方が違うだけでダイヤモンドより硬いらしいの。他にもグラフェンっていう驚きの強度を持つ素材もあるんだよね。自然界の秘密って本当に奥が深いよね。5、トイレの水の渦は北半球と南半球で逆になる。北半球では時計回り、南半球では半時計回りってトイレの水流について言われることがあるよね。でも実際地球のコリオリの力はそんなに強くなくて、水の流れに影響するのはトイレの設計なんだって。確かに嵐や台風みたいな大きなスケールの現象にはコリオリの力が関わっているけど、小さな水の渦にはほとんど影響しないんだよ。なんだかロマンが崩れるけど、これが本当の話。6、チョコレートは犬にとってすぐ命に関わる。犬にチョコをあげたら即死するって言われるけど、実際には毒性がある成分テオブロミンの量子大なんだって。少量なら大丈夫な場合もあるけど、大量に摂取すると危険なのは確かだからあげない方が安心。犬の健康を守るためにはやっぱり注意が必要だよね。もし大切なワンちゃんがチョコを食べちゃった時はこの話を思い出してみてね。落ち着いて最善の対応ができるようにワンちゃんを一緒に守っていこう。7、ウミガメが泣いている理由は悲しいから。海岸で産卵するウミガメが涙を流している姿感動的だよね。でもあれは感情的に泣いているわけじゃなくて、体内の塩分を調整するために涙を出しているんだって。海水を飲み込んだ後余分な塩分を涙として外に出しているだけなんだよ。それでも頑張ってる姿を見るとやっぱり応援したくなっちゃうよね。頑張れ頑張れ頑張れ。できる。絶対できるよ。もっと熱くなれよ。8、土星の輪は硬い円盤でできている。土星の輪、キラキラした美しい円盤みたいに見えるよね。でも実際には氷や岩の小さな粒がたくさん集まってできてるの。それぞれが独立して回っていて絶えず動いているんだよ。だから硬い物体というよりは宇宙の大きなダストストームみたいなものなんだって。想像するとなんだかロマンチックだよね。9、年齢を重ねると髪の毛が必ず薄くなる。年を取ると薄毛になるのは避けられないと思ってる人多いかも。でも実際には薄毛になるかどうかは遺伝やライフスタイルの影響が大きいんだって。健康的な食生活や適度な運動を続けている人は年齢を重ねても豊かな髪を保てることもあるんだよ。だから年齢イコール薄毛ではないんだって。10、古代ローマ人は全員トガを着ていた。ローマといえばトガってイメージが強いよね。でもトガは正式な儀式や公的な場で着られる衣装で、日常ではもっとシンプルなチニックを着てたんだって。トガは布を巻きつけるのが結構大変だったから実用性はあまりなかったみたい。昔の人も楽な格好を選ぶことが多かったんだね。11、ゴリラはバナナが主食。ゴリラといえばバナナと思うよね。でも実際にはバナナはゴリラの自然な食生活にはあまり登場しないんだよ。ゴリラがよく食べるのは果物や植物の葉、時には昆虫など。バナナは人間のイメージが作り上げたゴリラの主食って感じだね。もしかしたら忙しい現代人よりもバランスの取れた食生活をしてるかもね。12、カンガルーの尻尾はジャンプのためだけに使われる。カンガルーの尻尾はジャンプする時のバランスを取るために使われていると思われがちだけど、それだけじゃないの。実はカンガルーの尻尾は
歩く時に第5の足としても使われるんだって。尻尾を地面に押し付けて体を前に進める動きはまさに自然の進化が作り出した驚きの技だよね。13、フグは膨らむ時に空気を吸い込んでいる。フグが膨らむ時、空気を吸っていると思ってる人が多いけど、実際には水を飲み込んで膨らんでるんだよ。敵から身を守るために自分を大きく見せるための行動なんだって。空気を吸うと海面に浮かんでしまうから水を選んでるのが賢いよね。14、人間は血が酸素を失うと青くなる。血管で青く見えるから血液も酸素が少なくなると青くなるって思ってる。でも実際には血液は常に赤いんだよ。酸素が少ないと暗い赤色にはなるけど、青く見えるのは皮膚や組織を通して光が屈折するからなんだって。体の中で起こる光のトリック、面白いよね。15、犬は白黒しか見えない。犬は白黒の世界で暮らしているってよく言われるけど、これも実は誤解なんだよ。犬は赤色や緑色を区別するのが苦手なだけで、青色や黄色はちゃんと見えてるんだって。だから犬の視覚は一部色盲と言った方が正しいかも。犬の目には犬の世界が広がってるんだね。16、牛は赤色を見ると興奮する。闘牛士が赤い布を振ると牛が興奮するってよく言われるけど、実際には牛は赤色を見分けられないんだよ。牛を刺激しているのは赤い布そのものではなく、布が振られる動きなんだって。赤色が象徴的に使われているのは人間のための演出だったんだね。17、白鳥は全て白い。白鳥という名前だから全て白い鳥だと思ってない？でも実際にはオーストラリアには黒鳥という黒い白鳥がいるんだよ。この黒鳥も白鳥と同じ仲間でとても優雅な姿をしてるの。ブラックスワンって言うとほら聞き覚えない？ 18、ネズミは猫の天敵。猫とネズミは敵同士ってイメージが強いけど、実際には一緒に暮らすこともあるんだよ。例えばペットとして飼われたネズミと猫はお互いになれることで仲良くなることがあるんだって。この組み合わせまさに愛と平和だね。19、ヤギは何でも食べる。ヤギは何でも食べる雑食の生き物なんて言われるけど、実際にはかなりヘリ好みしてるんだよ。草や木の葉を主に食べるけど、食べられないものには全く手を出さないの。ゴミを食べてるイメージがあるのは人間の捨てたものに草に似たものが多いからなんだって。20、ゾウはネズミが怖い。ゾウがネズミを見たらパニックになるなんて昔からのジョークだけど本当ではないの。ゾウは視力があまり良くないから小さいネズミを気にすることもないんだって。むしろ大きなゾウが小さなネズミを踏まないように歩いてる方が微笑ましいよね。21、カエルは全て水中で卵を産む。カエルといえば水たまりや池で卵を産むイメージだよね。でもカエルの中には水を使わず木の葉の裏や地面に直接卵を産む種類もいるんだよ。特に熱帯雨林に住む種類は限られた水資源を工夫して利用しているの。自然って生きるための柔軟さがすごいよね。22、月の満ち欠けは地球の影が原因。月の満ち欠けは地球の影で起こるって思ってた人多いんじゃない？でも実際には太陽の光を受ける角度が変わることで月の形が変わって見えるだけなんだよね。地球の影が関わるのは月食の時だけなんだって。こんな身近な現象なのに誤解が生まれるなんて不思議だよね。空を見上げるたびにちょっと月に詳しくなった気がするよね。23、ピラニアは人間を襲う凶暴な魚。ピラニアといえば人間を襲う怖い魚というイメージがあるけど、実際にはピラニアが人間を襲うことはほとんどないんだって。むしろピラニアはおとなしくて臆病な性格で危険を感じると逃げることが多いらしいよ。映画やテレビが作った怖いイメージなんだね。24、カラスは全て黒い。カラスは黒い鳥の代名詞だけど、実はハシボソガラスやハシブトガラスのように胸やお腹が白い種類もいるんだよ。特に海外では黒白のカラスが普通に見られる地域もあるの。黒一色だけがカラスじゃないなんてちょっと意外だよね。25、サメは全て肉食。サメといえば獰猛な肉食のイメージがあるけど、ジンベエザメのようにプランクトンしか食べない種類もいるんだよ。大きな体をしているのに小さな餌で生きているなんて自然界のバランスって本当に不思議だよね。26、フラミンゴは生まれた時からピンク色。フラミンゴのピンク色は生まれつきじゃないんだよ。実は餌に含まれる色素が原因で食べたものが体に反映されてるんだって。餌の環境によって色が薄くなることもあるみたい。フラミンゴのピンクは努力の賜物なのかもね。褒めてあげよう。ナイスピンク。27、パンダは竹だけを食べている。パンダといえば竹をもりもり食べる姿が有名だけど、野生のパンダは竹だけじゃなく果物や肉を食べることもあるんだよ。竹が手に入らない時は柔軟に食べるものを変えるらしいの。パンダの意外な一面に驚きだよね。28、カタツムリの殻は脱げる。カタツムリは殻を背負ったナメクジって思われがちだけど、実際には殻は体の一部で
脱ぐことはできないんだよ。殻の中には重要な臓器が収まっていて、もし殻が壊れたら命に関わるんだって。だから、カタツムリの殻は家じゃなくて命の一部なんだね。29、アリはすべて集団で暮らす。アリはいつも集団で働いているイメージがあるけど、実は単独で生きるソロアリという種類もいるんだよ。一匹で巣を作ったり、餌を集めたりするこのアリたち。ソロアリって、そのまんま過ぎてちょっとツボかも。30、イルカは常に笑顔だから嬉しい。イルカの口が笑っているように見えるからいつも嬉しいと思われがちだけど、実際には顔の構造がそう見えるだけなんだよ。イルカもストレスを感じたり、怒ったりすることがあるの。だから、彼らの行動や鳴き声をよく観察することが本当の気持ちを知る鍵なんだって。ご視聴ありがとうございました。他にも気になる雑学があったら、ぜひコメントしてね。そして、もしよかったら、高評価とチャンネル登録もお願いします。